やばいやばいやばい、急げ急げ。寝坊した。人生をエンジョイしたいナオトです。今日はですね、大杉谷っていう渓谷というか山というかクライミングできるところがこの大台町の近くにはあって、そこが結構すごいスポットらしいんですよ。朝早くから結構行った方がいいよってことだったんで、そのつもりでいたんですよ。で、今日6時に起きるつもりだったんですけど、7時過ぎでしたね、起きたの。1時間も寝坊しちゃった。ということで、かなり焦って急いで向かってます。すごいくねくね道を登っております。傾斜はねそんなにないけど山道って感じ。これは飛ばせないわ。しかもこうやってところどころ湿ってて濡れてるから怖い。スピードをちゃんと落とさないとまたこける。橋を渡ってます。お、あの人たちは登山客か。お、ここで良さそうやな。じゃあここら辺止めちゃおうか。というわけで登山口に無事到着しました。やってしまったことがあって、めっちゃ水きれいじゃん。これ飲めるわな絶対。まあ大丈夫かな。水とかの自販機がこの登山口にあるかなと思って来たんですよね。で結局なくて、今水とか何一つ持ってないんですよね。まあご飯は昨日おにぎりとゆで卵作ったんで、まあそれ持ってるんですけど、水飲み物が一切持っていないという状況になっちゃいました。まあでもなんとかなるかなと思って3時ぐらいかな、下山ここに戻ってくることを目標に、まあ本当に喉乾いたら川の水飲めばいいかな。まあ多分大丈夫だろう。どうやって登山するの？これまっすぐ行けばいいのか。うわーすげえ、めっちゃ綺麗じゃん。というわけで行ってきます。登山口はこういう発電所の脇道をこう通っていく感じですね。いや、やってしまったな。川の水飲んだらお腹壊すかな。いきなりこんな道を歩いてます。うわ、濡れと滑る。これは結構気をつけないといかんな。滑って落ちるぞこれ。ちょっと舐めてかかると本気でやばいかもしれない。ちょっとかなり慎重に行きたいと思います。まあなんとかなるだろう。こういう道が結構やばい。スニーカーだと結構滑るからかなり注意しないとまずいですね。いや、思っていたより結構危ない道なんで気をつけた方がいいですね。これなんか体力とかより、僕スニーカーで来たんですけど、スニーカーだと滑るっていうのは結構命取りになる気がします。今のところこう急勾配とか激しい道みたいな感じじゃないけど、崖になってて滑ったら終わりみたいな場所があるんで、滑らない靴がいいな。すごい、でも綺麗な川を横目に。ちょっとながら撮影が危なさそうなんで、ちょっと控えめに場所をねよく考えて撮影していきたいと思います。早速1個目の吊り橋来ましたね。うわ、めっちゃ揺れるやん。うわ、下はこんな感じです。こことかは余裕やな。本来の道はこっちだけど、こっちにちょっと降りれるっぽいんで行ってみます。この川は流れがすごい速いです。この橋をどんどん歩いてる感じです。いやー、天気がいい。あー、しゃ、命の水や。あ、うまい。ここは歩きやすくていいよ。うわ、めちゃくちゃ水きれいじゃん。
透明。熊予防。叩いてから進め。これでいいだろう。いやー、めちゃくちゃ暑い。日陰が多いんだけど、それでも歩いてるだけで汗が噴き出してくる。バイクに乗ってると普通に寒いのに、やっぱ登山はめちゃくちゃ暑い。いや、これ完全にもののけじゃん。すげえ。もののけの世界だ。ちょっと一番最初はびっくりしましたけど、まあ1キロぐらい過ぎてくると比較的安定した道が続きますね。この辺はまあ割と普通です。若干膝が痛いけど、広さも十分にあるし、割と平らだし、そんな滑んないし。ここからは結構舗装された綺麗な道、川を眺めながら、すごい綺麗だ。歩ける石畳の道。ここら辺からちょっと浸水しており、靴が濡れんだよな、これ。勢いで行くしかない。お、やばい。おい、なんとかなったぜ。あれ、なんか川の色がすげえエメラルドグリーンに変わってきた。どうなってんだ一体。うわあ、大きい橋見つけた。今までで一番でかいな、これ。すげえ。うわぁ、大自然。広大な大自然でございます。吊り橋を一人で渡る男。うわぁ、すげえ。高い。これ落ちたらひとたまりもねえな。うわ、でかー。急な下り。おお、めちゃくちゃ綺麗やないけ。すげえ、めちゃくちゃ綺麗な色。なんでこんな色になるんだ。何やら水の音がすごいです。うわー、やばい、やべえこと来た。なんか休憩所みたいなものが見えてきた。おお、休憩所だ。険しい道が依然と行く手を阻む。それと同時に口数も減っていったのである。何やら水の音がしますね。うわー、すげえ涼しいここ。これは近づいてきてる気がする。最終目的地獅子口、音が聞こえるぞ。こんな急な場所も
歩いていきます。うわー、すげえ見えてきた。向こうに滝が見える。すげえ滝だな。やって着いた。